端のクリエイター偉人伝。一番最初言ったのはその後 ABEX ピクチャーズでゲーム事業を大きくちゃんとやり始めるっていう話を聞いて、そこでまあ声かけていただいていくことになった感じで、アニメが、アニメ会社なのでアニメが主になるので、なかなかこうゲーム主体っていうのがなかなか難しい。アニメがまずヒットしてからゲームにするとか、アニメが動き出してからっていう感じだったので、まあそういう意味ではちょっと新規でやれるとこないかなって探した時に、一つ前のリライトワークスという今ラセングルという社名に変わってますけど、フェイトグランドオーダーでヒットを出した会社のフェイトじゃないものを作っていく部署みたいなのができて、そこが人募集してたので、そっちでっていう感じですね。でそこで、実はインディーズゲームの支援って僕もう10年以上やってるんですよ。はい。でポリゴンマジックにいる頃から実はやってて、早い。でその時は開発会社のプロデューサーなんで、はい、自分がお金出して支援するってのはできないんで、メディアがあったんで、そのメディアにインディーズゲームクリエイターを取り上げてっていうのをちょっとやってたんです。でそんな流れもあって、リライトワークスでインディーズのそういうレーベルを作りたいって言って、リライトワークスインディーズっていうのを立ち上げさせていただいて、何本かインディーズをパブリッシングさせてもらったりとかしてた感じですね。リライトワークスさんどんな感じだったんですか？やっぱり会社としてはやっぱりフェイトグランドオーダーって中心にドンといるので、すごくそういう新規のものというよりはそっちが中心の会社でしたね。僕ソーシャルゲームも実は最初に乗った人間でして、まずグリーさんが釣りスタをヒットさせた時に、そんな時から釣りスタをお手伝いしてたんですよ。そうなんですか？釣り魚の絵とかポリゴンマジックで受けてたんですよね。でどうもガラケーのソーシャルゲームが流行り始めたっていう時に、DNA がオープンプラットフォームにするって言ったニュースのところに、うちも1本ねじ込ませてくれっつって、オープンのタイミングで1本入れさせてもらった。さすが早い。ガラケーだし競馬だろうなんつって競馬入れたら大ヒットして今でも覚えてますけど、ローンチして初週に400件の問い合わせが来たんですよ。カスタマーなんか一つも用意してないんですよ当時、やってみた状態なんで、だからプランナーとかが答えるしかないんですよ。なんですけど DNA さんにそのカスタマー返答する窓口のアカウントが1個しかもらえてないんですよ。400件を1人で返すのは無理なんですよ。どうするっつって、もう24時間制でみんなで交代するとか言いながら、もうそれでちょっと DNA さんにアカウントが欲しいって交渉してなんとかやったりとか、そんな話をしてですね。だからそういうのは早かったですね。ポリゴンマジックの一番僕が学んだのは、そういうところにすぐチャレンジするのは OK なんですよ。そこら辺はすごいベンチャー気質というかありましたね。ソニーのインディーズの窓口をやられてた方から、その人もソニーに退職してた後だったんですけど、集英社がインディーズ支援をやろうとしてる。で、林さん手空いてたらちょっと手伝ってくれないって言われたんですよ。で、いや手伝うんだったら本気でやりたいから行くよっていう話になって、まだ集英社ゲームズもできる前ですね。で集英社に1回席を置かせていただいて、集英社ゲームズの準備をして立ち上げたっていう感じですよね。立ち上げた中心になってるのはうちの森というのが中心になって、作ってるんですけど、それのお手伝いをさせてもらいながら立ち上げに、入れてもらったという感じですね。そのインディーズっていうところもぴったりやったんですね。そうですね。もちろんその集英社ゲームズはインディーズパブリッシャーではないので、インディーズだけをやるつもりはもちろんないんですけど、そのインディーズのところにある作家性みたいなところにすごく集英社ゲームズっていうのは注目していて、クリエイター性とか作家性がゲームでもすごくやっと出る時代になったのかなと思ってて、前はもう本当にユニティもアンリアルもないんで、会社のエンジンを使わせていただかないとゲームできない。会社のエンジンってもう会社のものだし、自分が勝手にできるものでもないっていう中で、
自分でゲーム作ってみようみたいなことが許される時代は、ここ10年ぐらいでどんどん温まってきたっていうのが面白いところだなと思ってて、でそこはすごい面白くてやりたいし、集英社もそこに注目してるんであれば、ぜひそこにやらせてほしいっていうところで、入ったという感じですね。その時で林さん以外にもうすでに何人かいらっしゃったんですか？立ち上げの時に4人だったので、僕とその集英社の新規事業部というところにいた森っていう元アップルからいた人間なんですけど、あと元ソニーの鈴木山本っていう人が来て、その4人でなので、4人中3人が50みたいなすごいそういうスタートでしたね。その森っていう中心になってるのは当時まだ30代で、あと50代3人が囲んでどうやって大きくしていくかみたいな楽しそうまずは平均年齢下げようみたいなまずそこから若い人入れようみたいな。若い人入れよう、すげえ。まず人事を取ろうみたいなところなるほど確かにもうみんなで人事やってるのはきついから、人事取って面接を仕切ってもらおうとか、なんかそんなとこからですね。何年以内にこうしようみたいなとか、森自体の目標があって、まずは5年で結果出すっていうのが森の中であって、じゃあまず5年でやろう。で、5年でやろうっていうのを会社に言ったから、5年は生き残れるんで5年は挑戦できますって森が言ったんでじゃあ5年のうちにまず結果出そうみたいな。それならまず最初のスタートメンバーの課題ですよね。うちの会社で何をヒットできるのかもう全然まだ分かんない状態だし、そもそも会社がまだ出来上がってないので、総務もいなければ、経理はでもですね、集英社の経理の偉い方がですね、ちょうど退職のタイミングだったんですよ。来月から退職して俺自由だっていうタイミングに集英社ゲームズ手伝ってくださいっつって来ていただいたので、本当は私4月からみたいなところあったんですけど来ていいよって来ていただいたんでね、その人にお財布に関してはしっかり見ていただいたんで、そこは安心しましたし、あと集英社の人たちがすごく応援してくれたんですよね。いいですね。なので上の人もそうですし、現場のお会いする方たち、例えば編集の人とか、いろんな方とお会いしましたけど、そういう人たちもすごく新しい挑戦に応援してくれるんで、協力してくれるんですよね。いいですね。紹介しようかとか、あれちょっと僕の方でちょっとやってやるよみたいなこととかっていうのがいろいろとやってくれるし、なんかいろいろと新しいことやることに対してのなんていうんですかね、受け入れる懐は集英社すごいですね。そうなんですね。それはやっぱちょっとゲーム業界のものとは違うものを感じましたね。僕を手伝ってって声かけてくれた電話に今は異常に感謝してますね。その電話一本なかったら僕は多分こんなになってない。確かに、ありがたいですね。ちょっと年末にお歳暮でも送る成功もしたしちゃんと素晴らしい。次回のクリエイター偉人伝は、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイキングチャンネルではゲームがもっと好きになる、そんな情報をたくさん発信していきます。